英語でこんばんは、はるです。今回はディフェンダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。女子の選手っていうのはこの動画には含まれてません。なのでそこは一つ注意をしていただければなと思います。それでは早速紹介をしていきます。こちらがディフェンダーのティアリストに、現段階のディフェンダーのティアリストになります。今作ね、ちょっと開幕っていうのもあってか、ディフェンスがちょっと難しい感じになってるので、選手の評価っていうのが若干分かれがちになるかもしれないですけど、個人的にはこのような形になります。D はですね、基本的にラウル・アルビオルだったりとか、あとはヘガジだったりとか、センターバックのキャラクター、ボヌッチもそうかな、ペースがやっぱり遅い。っていう風な中で加速タイプもねいろいろあると思うんですけど遅いなと単純に感じた選手たちが、センターバックに、入ってます。もちろん能力もそこまで足りてないという感じですね。でサイドバックに関してはジンチェンコ、だったりとか、あとはククレジャだったり、チルウェルあたり、スピリクエタだったりとかも、入れてます。パスとかはねうまかったりとか、いろいろこう万能型な、ちょっとこう中盤もやれるようなセンターバックのキャラクターでっていう、良さはあるんですけれども、守備がちょっと弱かったりとか、またはこの人たちも単純にですね、能力が足りない、スピードが足りなかったりとか、あとは貫通されたりとか、することが多いので、個人的にはそういう風な選手たちは、D には入ってしまうなと、思いますね。ジンチェンコなんかはね、パスのプレースタイルだったりとかをついてますので、ビルドアップっていう面では、全然引っかかることもなくですね、パス通してくれたりとかっていうのはあったんですけど、やっぱ守備面に、目を向けてみると、どうしても弱さっていうのは出たかなと、出ることが多かったかなという風に思いますね。で、C ランクに行きたいと思うんですけど、それなりにはやれるけど、それでもあんまかなっていう風な選手たちで、トラオレだったりとか、レギロンだったり、あとはハビガランとか、結構悪くはないんですけどっていう選手ですね。あとはイニゴ・マルティネスだったり、あとは日本人では冨安を、ここに入れてます。で、ルーク・ショーだったり、ペドロ・ポッロだったりとか、あとはミングス、ラポルテ、あたりを入れてますね。ギンタとかもね、結構守備力高くて、プレイスタイルいいのを持ってるんですけれども、もうちょっとペースはあってほしかったなというふうに感じます。で、ペドロ・ポッロに関しては、この中ではおすすめのサイドバックかなと、いうふうに思います。プレミアの中で言ったら、全然トップ5には今の環境では入るかなという感じなんですけど、それでも他には、いいサイドバック、他のリーグにもいるよという形で、ちょっと残念ながら、C ランクにしてます。まだスピードが速いね、サイドバックにはなるので、スパーズでケミ合わせたいっていう方は、まだおすすめかなというふうに思いますね。で、そして B ランクに行きたいと思うんですけれども、B はバルデ、だったりとか、アクーニャ、ワンビサカ、あとはティンバー、タプソバ、あとはストーンズ、ロバートソン、ナチョだったりとか、モリーナ、エルモソだったり、アーカンジだったりとかもここに、入れてます。で、プレミアからはダロトだったりとか、アレクサンダー・アーノルドを入れてるということですね。ここら辺から全然、普通に相手にも見るよね、みたいな選手たちかなと、思いますね。バルデはやっぱり速いですね。単純なサイドバックとしてのスピードっていう馬力っていうのがあるので、全然、いいですね。値段もこれぐらいの能力なのに、ある程度値段がするっていうのは、やっぱり、わかるなと、思いますね。ワンビも同様ですかね。逆足がね、ちょっとあんまり良くないんですけれども、守備面だったりとかもね、そんなに悪くはないですし、コスパの、右サイドバックとしては非常に十分かなと、思いますね。で、結構使われているのは、漢字とか結構使われてるのかなと、個人的に思うんですけれども、マンチェスターシティになってですね、前作からかな、なっていて、そこまでケミもね、難しいっていうことも、なくて、プレミアだったりとかで組めるんで、だからこそ多くの人使ってるのかなと思いますし、全然この人も悪くはないです。B には入ってもおかしくない。いいところは、やっぱり逆足が4っていうのもね、いいかなと思いますし、そういう守備面のところだけじゃなくて、プラスの要素っていうのが、ありますね。で、そして A と B の間にいるのが、ゴメス。ジョー・ゴメスですね。そして、ガブリエル。この2名を入れました。この2名はね、ほんまにちょっと迷いましたね。先ほど紹介したアカンジよりは強い
と自分は感じたんですよ。だから、同ランクに入れるのはちょっと、でも A の選手と比べるとどうしても劣ってしまうなと感じたんで、本当にここの間かなっていう、ところで悩んでここに、しました。ガブリエルはですね、ペースは少し遅いんですけれども、それでもあまり遅さを感じることなくですね、守備能力高いですし、あとはプレイスタイルもね、ブルーザーとかかな、ちょっと持ってるので、対人の守備、しっかり体で負けないっていう、センターバックとして重要な部分を持っているっていうのが、個人的にはありかなというふうに思います。ただ、逆足の部分かながそこまで良くなかったですね。センターバックとしてそこまでめっちゃ必要かって言われると、どうなんかって思う人もいると思うんですけど、個人的にはちょっと大事にしたい、部分ではあるので、逆足。その中でやっぱ2っていうのは、ちょっとね、個人的には残念やったかなっていうのを思います。で、そして A ですね。A はですね、シュクリニアルだったり、あとはコナテ、だったり、ウパメカノ。で、サイドバックからはですね、ヌーノ・メンデスだったりとか、あとはスピナッツォーラ、あとはリース・ジェームズだったりとか、デオレント、カンセロあたりを入れてます。グバとか、クリバリ、キム・ミンジェ、あたりも入れてて、TOTW ではですね、ランプティだったり、フンメルスも、ここに入れてます。比較的 TOW ランプティなんかは強いですね。やっぱり特殊カードっていうのもあって、かつこの人は結構 TOW で大きくアップグレードされた、選手になるので、プレミアのサイドバックの中では非常に重宝されるんじゃないかなと思います。相手に見ることも意外と多いんじゃないかなと思いますし、ただ LB 登録なんですけど、そのLB で使うのではなく RB にポジションチェンジをしてですね、使うのが一番いいと思います。逆足がね、ちょっと3なんで、その中で視野もね、ちょっと低めになってくるんで、パス面でちょっと左サイドバックに置くと困るかなと思います。ただスピードもあって、持ちやすいキャラクターの中で身長も小さいですし、本当ボールを持ち運んでいくっていう力、ありますね。フィジカルはそこまでないけど、個人的には今のところはあまりフィジカル弱すぎるな、そこからなんか突破されるなってことあんまりないというか、そういう印象っていうのを抱かなかった選手になるので、個人的にはここの A に入れました。で、同じく TOTL で来たフンメルスですね。結構強いね。フンメルス結構強いなと自分は思いました。ペースはね、70しかないんですけど、ただそのディフェンスの能力と、あとはプレイスタイルとかももしかしたら関係してるんですかね。結構いいインターセプトの、パスカットの、プレイスタイルを持っていたりとか、あとは予測だったりとか、エアリアルだったりとか、ジョッキーだったりとか、守備のね、プレイスタイルっていうのも多く持ってる選手にはなるので、あまりなんか遅さっていうのを感じるな、しっかり取ってくれるなという風な印象があります。ただ多分スペースだったりとかに抜け出されてしまうと、若干遅さっていうのは、気になる部分はね、気になる状況っていうのは全然あると思うんですけど、ただ、非常に十分やれるなという風な選手ですね。リアクション冷静さもね、この今の開幕の状況でどちらも90超えてるっていうのも、素晴らしいですし、全然強いなと、個人的には思います。で、そして最後 S ランクですね。現環境トップの選手たちだと思います。サイドバックも含めてるんで、ちょっと多くなってるかもしれないですけど、誰か下げようとも思った節もありつつ、いや、強いやろという風に感じた、選手たちですね。ファンダイクだったりとか、ミリトンだったりとか、サイドバックではテオ・エルナンデスだったりとか、メンディあたり、デイビスもかな、ハキミも。ここら辺は、当たり前強いだろう。毎作強いなという風な選手で、今作も強いですね。で、もちろん、ファンダイク、金でも、このマドレーでも能力は変わらないんですけど、やっぱね、ダイクの強さは、異次元ですね。明らかに強い。この人だけちょっと取り感が違うというか、他の選手がいけないところまでグイッと体を持っていって奪い切るっていう力を持ってるので、明らかに強いな。この人、ちょっと最強センターバックだなというふうに思います。改めてちょっと現役最強なんちゃうかなっていうふうに、思うので、おすすめかなと思います。で、ちょっと意外と思われるかもしれないのがですね、フリンポンかな。
フリンポン個人的には使用感非常に良くて、全然このサイドバック先ほど紹介をした、テオだったりメンディだったりとか、デイビスだったり、能力というかそのタイプがね、違うっていうサイドバックもいるんですけれども、フリンポンはね、結構使用感良かったですね。どちらかというと、攻撃的なサイドバックにはなるんですけれども、やっぱスピードがめちゃくちゃ速くて、で、守備能力そこまでないんですけど、あんまりね、なんか取りきれないなって思うことも、なくて、能力的な部分でフィジカルも弱いんですけど、それでもなんかしっかり取ってくれますね。なんでなんかっていうのはちょっと正直わかんないんですけど、ただ、普通に最強 RB の、一角にはなり得るかなと、この開幕で言うと、なり得るなというふうに思いますね。っていう感じで、こちらが最新版、現段階のですね、ディフェンダーのティアリストになります。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。